はい、皆さん、こんにちは。今回からですね、iPhone と Blender と Unreal Engine 4で VTuber になるというシリーズをやっていこうと思います。このシリーズでは、Blender で作ったオリジナルの 3D モデルを、iPhone を使って Unreal Engine 4で動かして、VTuber になる方法を解説していきます。まずこの動画ではですね、導入ということで、なんで Unreal Engine を使うのか、他の VTuber の配信ソフトと違う Unreal Engine 4のいいところとか、特徴をまず最初に、解説していこうと思います。すでに、UV4 についてよくご存知で、とりあえず VTuber になる方法を知りたいという方は、ここを飛ばしていただいても構いません。で、その後にですね、必要な機器の紹介と Unreal Engine 4で自分で作ったモデルを動かすためにはどんな作業が必要になるかっていう、作業の流れを解説していこうと思います。最後の3つ目はですね、早速作業の1つ目である UE4 と iPhone の連動の作業を解説していきます。実際にサンプルキャラを動かしながらどういう仕組みでキャラクターが動いているのかっていうのを、解説していけたらなと思います。それではまず最初に UE4 のいいところと特徴から解説していきます。まず一番最初に Unreal Engine 4のいいところ、特徴ということなんですけども、まずはじめに絵作りのしやすさっていうのが挙げられます。その Unreal Engine ってよく画質がいいとかってすげえリアルだって言われたりするんですけど、本当にその通りで、本当になんか綺麗な背景とか、絵とかをですね、なんか数値を適当にいじるだけで、調整できちゃうんですよね。この絵作りのしやすさが、まずいいところ。で、二つ目がワールド作成ができるっていうことです。今僕がこの喋っているこのキャラクターですね。このキャラクターは実は映像を合成して、なんか動く背景の手前に置いてるっていうわけじゃなくて、実際になんかこの森のワールドみたいなとこにいるんですよね。そう。こんな風に、歩いたりもできるんですけど、Unreal Engine のいいところ2つ目はワールド作成ができて、そのワールドの中で、キャラクターを動かせるということです。Unreal Engine 4で使える、アセットを売っているUnreal Engine 4マーケットプレイスっていう場所があるんですけど、そこでですね、なんか無料で使えるアセットがいっぱいあって、なんかそれを配置するだけで、いい感じの背景ができちゃいます。3つ目のいいところが、ブループリントっていう、機能が、Unreal Engine 4にあって、そのブループリントがとっても便利なんですよね。ブループリントって何なのかっていうと、ちょっと難しい言葉で言うと、ビジュアルスクリプティング言語っていう、そういう感じの言葉で表せるんですけど、どういうことかっていうと、普段ブレンダーとかやってる人だったら結構馴染みのあるノードですね。ノードをどんどん組み合わせてって、プログラミングしていくっていう方法なんですよ。で、これのいいところがなんか、プログラム同士のつながりとか、あと色でなんか見分けがしやすくなっていたりして、なんか視覚的にわかりやすくて、プログラミング言語が書けない人でもプログラミングできちゃうっていう、とっても素晴らしい機能です。これがあるおかげで、他のソフトと違ってですね、制限なく、なんか好きな機能を追加することができて、例えば一瞬先ほど見せましたが、
こんな風に歩かせたりとか、こんな風にカメラを操作する UI ですね。例えば、画角を変えたりとか、露出ですね。明るさ補正を変えたりする UI を、こんな風に画面の左上に配置するっていうプログラムを書いたり、あとはですね、こんな変なのもできます。帽子の上にいるクモちゃんを見てほしいんですけど、このクモちゃん、ずーっとこっちの視点を見てくれるっていう、なんかカメラを見続けてくれるっていうプログラムを書いて、動かしてます。まあこんな風になんかちょっとしたプログラミングで自分の個性を出すというか、そういうことができるんですよね。それが本当にアンリアルエンジンの素晴らしいところですね。というわけで、アンリアルエンジン4のいいところ、特徴の紹介でした。次に、必要な機器について、解説していきます。まずですね、必要な機器なんですが、まあ前提として、まずパソコンが必要ですよね。パソコン。あとまあ、ネットをつなぐルーターとか、マウスとかキーボードとか、まず普通に必要と。で、あと、まあ VTuber になるって言ったら、マイクが必要になります。で、あと、タイトルにもあるように、今回やる方法はですね、iPhone の、10以降が必要になります。で、この iPhone についてちょっと説明すると、iPhone X 以降が搭載している AR キットっていう、なんか本当にもう AR 関係のことをするときにすごい便利な優秀な機能があって、Unreal Engine 4で、キャラクターの顔を動かすためには、この AR キットが必要なんですよね。なので、他のスマホとかウェブカメラとかではダメで、iPhone の10以降が、必要になります。で、iPhone X を持っていない場合は、リップシンクっていう音声解析をして、キャラクターの口を動かすっていう技術もあるんですけど、まあそれは後々、このシリーズ外で解説していけたらいいなと思います。で、今回紹介する方法は、iPhone が必要になります。持ってない方はごめんなさい。購入していただくか、Unreal Engine 4側が対応してくれるのを待ちましょう。そして、一番下の iPhone とパソコンをつなげるものというところなんですが、今回ご紹介する、VTuber になる方法はですね、iPhone とパソコンがですね、同じネット環境にないとダメなんです。同じネット環境に配置する一番簡単な方法は、Wi-Fi のルーターなんかを用意して、パソコンと iPhone を Wi-Fi でつなぐとか、パソコンは有線で、iPhone は Wi-Fi でつなぐというふうに iPhone とパソコンを同じネット環境に設定してあげる必要があります。Wi-Fi のルーターをお持ちでない方は、新しくルーターを用意していただくか、逆に iPhone を有線でつなげるライトニングイーサネットアダプターというものが必要になります。充電用の USB ケーブルで iPhone とパソコンをつなげるだけでは、連動できなかったので、そこは、注意してください。最後に、この動画シリーズの作業の流れを解説していきます。まず注意点なんですが、このシリーズではキャラクターのモデリングとかモデルを作るところに関する解説はちょっと、省こうかなと思っています。なんでかっていうと、まあすでに僕が何種類か動画を上げているっていうのもありますし、ちょっと長くなっちゃうかなっていうのもあって、今回は省かせていただきます。このシリーズの後でちょっと解説するかもしれません。あともう一個注意点があって、今回紹介する方法は
顔を動かすだけで、体というか腕とかは、動かしません。なんでかっていうと、それを実装しようと思うと iPhone 以外にもいろんな専用の VR 機器が、必要になっちゃうので、今回は、手軽さの点からちょっと省かせていただきます。で、やらないことばっかり、話してましたが、やることを、話していくと、まず最初に iPhone をパソコンにつなげて、UI4 と連動させます。で、iPhone の方で、Live Link Face っていうアプリを入れて設定していきます。で、次にしっかりと連動できているか確認するために、Unreal Engine 4に、サンプルのキャラクターが用意されているので、これを使って、iPhone と Unreal Engine 4がしっかりと連動できているかどうかを確認していきます。はい、そしてちゃんとサンプルキャラが動くっていうのを確認できて、動作確認が終わったら、今度はブレンダーの方に移動して、皆さんのお手持ちのモデルですね。そのモデルを Unreal Engine 4に持っていくように調整していきます。その何にも調整しないで、モデルを Unreal Engine 4に持っていくと、おそらくめちゃくちゃエラーが出ちゃう可能性があるので、一個ずつ確認しながら進めていきます。具体的にどこを調整するかっていうと、アーマチュアとか、モディファイヤーとか、あと顔の表情用のシェイプキーの作成とかですね。そういうのをやっていきます。で、調整が終わったら、モデルを Unreal Engine 4の方に移動します。で、移動できたら、Unreal Engine 4の方で、先ほど紹介したブループリントっていう、プログラミングですね。それで iPhone のカメラが読み取った情報と、モデルのシェイプキーの情報を連動させて、モデルを動かす設定をしていきます。で、最後にモデルが動いてくれたら完了です。あとはマテリアルの設定とか、背景の設定なんかを軽く説明していけたらなと思います。はい、ここからですね、動画後半戦ということで、早速作業の一つ目である UE4 と iPhone の連動をして、サンプルキャラを動かす作業をしていきます。はい、まずは、必要なものを全部ダウンロードしちゃいましょう。まだですね、Epic Games Launcher と、Unreal Engine 4をダウンロードしてない方は、まず先にダウンロードしちゃいましょう。Epic Games Launcher は、Unreal Engine か、あと Epic Games の公式サイトで、ダウンロードできます。この今すぐ始めると押して、こちらのクリエイターライセンスをダウンロードします。途中でおそらくアカウントの作成とかあると思いますけど、それを済ませてダウンロードしましょう。ダウンロードするとですね、このような Epic Games Launcher が開きます。左側から、Unreal Engine を選んで、ライブラリーで、ここのエンジンバージョンズってところで、こんな感じで Unreal Engine をインストールできる、ような場所があるんで、ここを押してインストールを押します。かなり時間がかかるので、先に iPhone の方の設定をしちゃいます。まず iPhone の方に、こんな感じの見た目の Live Link Face っていうアプリが App Store にあるんで、これをダウンロードしちゃいます。このアプリは iPhone から UE4 にフェイシャルキャプチャーのデータを送るのに必要なので、入れておきましょう。ここから Live Link Face の設定をしていくんですが、まずアプリを開くと、こんな感じで自分の顔が映るか、または何も映らない状態になると思います。で、この状態でですね、左上の歯車マークを押します。
で、歯車マークを押すと、こんな感じの画面が出てくるので、一番上のライブリンクっていうところを開いてください。で、それを開くと、こんな感じの画面が出てくるので、サブジェクトネームのところに、わかりやすいように自分の iPhone の名前を入れておきましょう。で、名前を入れたら次にその下のターゲットっていうところで、IP アドレスを入れていきます。自分のパソコンの IP アドレスを入れます。IP アドレスの調べ方は、一番早いのは、コマンドプロンプトを開いてもらって、ipconfig と入れてエンターを押して、その時に出てくる192.168なんちゃらかんちゃらみたいなのが、IP アドレスです。で、IP アドレスを、入れたら、一旦この画面まで戻ってもらって、ストリームヘッドローテーションっていうところをオンにしてください。これはですね、頭の回転というか頭の動きですね。こういう、左右とか頭の動きを感知するかどうかっていう項目です。これで iPhone 側の設定は終わりです。はい。で、Unreal Engine 4のインストールが完了したら、今度はサンプルキャラをダウンロードします。この上のタブにある、Learn、日本語だと Learning っていうところを押して、下に行き、この Face AR サンプルっていうのをクリックして、Create Project で、新しく追加します。で、Face AR サンプルのダウンロードが終わると、このライブラリのところの My Project に、Face AR サンプルというのが追加されます。これを開いてみましょう。開くと、こんな感じで、なんか男の子が表示された、画面になります。この男の子が、サンプルキャラです。まずは iPhone と Unreal Engine 4が、しっかりとつながっているかどうか確認してみましょう。この一番左上の、Window っていうところのライブリンクっていうのを押します。で、ここに自分の iPhone の名前が、しっかりと書いてあれば OK です。ここに書いてない場合は、しっかりと iPhone と UE4 が連動できていないということになります。そういう時は、IP アドレスがしっかりと、正しい値を入れているかと iPhone と PC がちゃんとつながっているか、あと最後に、これは自分も引っかかったところなんですが、Firewall の設定を見てみてください。僕の場合は、Firewall の設定で、今開いているこの Unreal Editor を、許可に設定したら、認識するようになりました。ライブリンクの画面で、しっかりとつながったのを確認できたら、今度はこのキャラクターを動かす設定をしていきます。今のこの状態だと、プレイを押しても、こんな感じに、顔がドアップになるだけで、iPhone の、カメラの情報に応じて動いてくれません。なので、それを修正していきます。ESC をして一旦止めると、こんな感じでエラーが出ますが、とりあえず無視で OK です。で、まずはカメラが近すぎるんで、ちょっと遠ざけましょう。次に、このキャラを動かすアニメーションの設定部分の、修正をしていきます。下のコンテンツブラウザーにある、このアニメーションっていうところを開いて、その中に入っている、この長ったらしい、アセットを開きます。クリックするとこんな感じの画面が出てきます。で、修正する箇所は、1箇所だけです。しかもめっちゃ簡単です。このアニムグラフっていうのを選んでもらって、この一番最初
ノードいっぱいありますけど、それの一番最初のこのライブリンクポーズっていうノードを、見つけてください。で、ここのライブリンクサブジェクトネームっていうところに、タブがあるんで、これを開いて、自分の iPhone を選択してください。で、あとコンパイルすれば、こんな感じに動いてくれるはずです。で、保存して、この画面を閉じてプレイを押すと、こんな感じで動いてくれるようになります。イエーイめちゃくちゃこの顔動くんですよね。ということで、このサンプルキャラがちゃんと動いてくれたら iPhone と、UE4 の連動する部分の作業は完了です。で、次回はですね、ブレンダーの方で、自分のオリジナルのモデルを、こんな風に、動かすための設定をしていくんですが、その設定をですね、ちょっとでもスムースに、進めていくために、このキャラクターを動かしているのはどういう仕組みなのかっていうのを、簡単に説明していこうと思います。このキャラクターはまず何で動いてるかっていうと、2種類あって、まず1つ目は、モーフターゲットです。ブレンダーで言うとシェイプキーですね。頂点を動かすアニメーションで、この顔を動かしています。で、もう一つは、ボーンの動きですね。ボーンのアニメーションで動かします。例えば頭の動きとか目の動きとかは、シェイプキーではなくてボーンの動きで表した方が、楽なので iPhone の情報とボーンの動きを連動させて、動かしています。コンテンツブラウザのこのスケルタルメッシュっていうフォルダを開いて、その中にあるこのピンクの下線の、アセットを開いてみるとですね、こんな風に、サンプルキャラの顔が表示されるんですが、この右側にあるここにずらーっと並んでるのは全部モーフターゲットです。こんな風に、眉毛の動きとか、あと口の動きとかですね、そういうのを設定して iPhone と連動させて動かしています。なので自分のオリジナルのキャラの方でも、こんな感じで、いっぱい毛布を用意して動かしていきます。次回の動画ではブレンダーの方で、皆さんのお手持ちのキャラクターを Unreal Engine 4で、今回のサンプルキャラのように動かせるように、いろいろな部分を設定していきます。ちなみに、私ブログもやってまして、そちらのブログの方では UE4 で VTuber になる方法を、もうすでに記事にして、解説しているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録や高評価、コメントなどお待ちしております。わかんないことがあったら質問も全然してください。悩まないで。はい、そんな感じで、ありがとうございました。それでは、さようなら。